影の記憶。第一章、記憶の探偵。雨が東京の街を優しく洗い流していた。夜の10時、新宿の雑踏も次第に落ち着きを見せ始め、ネオンの光が雨に濡れた歩道に揺らめいていた。水谷遥は事務所の窓辺に立ち、窓ガラスに浮かぶ自分の姿を無表情に見つめていた。34歳、元刑事、現在は私立探偵。彼の細い指が窓に触れ、外の世界と自分との境界を確かめるように、ゆっくりとガラスの冷たさを感じていた。事務所はあまりにも静かだった。棚に並んだファイルや整理整頓された机、一台の古いコンピューター、そして壁にかけられた時計だけがこの空間に確かな存在感を示していた。時計の針は静かに、しかし確実に時を刻んでいる。かつて妻と暮らしていた日々も、彼女を失った日も、警察を辞めた日も、すべては過去へと流れ続ける時間の中にうずもれていった。水谷は窓から離れ、デスクに戻った。目の前には新しい依頼の書類が広げられていた。行方不明になった女子高生の捜索依頼。彼はペンを取り上げ、メモを取り始めた。文字を書くたびに、彼の頭の中には女子高生の顔写真、最後に目撃された場所、持ち物のリスト、友人からの証言などが鮮明によみがえる。水谷の記憶力は並外れていた。一度見たものは決して忘れない。それは彼の強みであると同時に呪いでもあった。妻の笑顔も事故現場の光景も同じように鮮明に記憶の中に残っている。水谷は一瞬ペンを止めた。記憶が突然鮮やかなフラッシュバックとなって彼を襲った。救急車のサイレン、アスファルトに広がる赤いシミ、そして妻の冷たくなった手。彼は目を閉じ、深く息を吸い込んだ。3回、ゆっくりと息を吐き出す。そうすれば、記憶の波は引いていく。そう彼は学んでいた。雨の音が強くなり、窓を叩く雨粒の音が部屋に響いた。水谷は再び集中力を取り戻し、書類に向き合った。この3年間、彼は下北沢の小さなアパートで一人暮らしをしながら、この新宿の事務所で探偵業を営んできた。警察時代の同僚からの依頼が中心だったが、最近は口コミで一般客も増えつつあった。彼は立ち上がり、コーヒーメーカーに向かった。深夜まで調査することも多い彼の生活に、カフェインは欠かせない存在だった。コーヒーの香りが部屋に広がり始めた時、デスクの上の電話が鳴り響いた。水谷は時計を見た。10時半を回っている。この時間の電話は珍しい。水谷探偵事務所です。電話の向こうは一瞬、沈黙があった。そして、若い女性の声が聞こえてきた。夜遅くに申し訳ありません。北条美咲と申します。すぐにお会いしたいのですが、可能でしょうか。声には緊張感があり、何かを恐れているようにも聞こえた。水谷は迷わず答えた。今からでも構いませんよ。ありがとうございます。住所を教えていただけますか。水谷は事務所の住所を伝え、電話を切った。北条。その名字には見覚えがあった。最近の新聞で目にした気がする。彼は記憶を手繰り寄せ、1週間前の経済面に掲載されていた記事を思い出した。北条グループ、
会長夫人の突然の死亡記事、自殺とされていたが、詳細は明かされていなかった。彼はデスクの上の依頼書をファイルに戻し、新しいノートを用意した。窓の外では雨足がさらに強くなっていた。部屋の中のコーヒーの香りと窓から見える夜の東京の景色の狭間で、水谷は静かに来客を待った。記憶の中の断片がまるで雨に現れるように整理されていく。そして彼はこの夜が彼の人生を変える転機になるという予感をかすかに感じていた。第2章、影を見た女。来客を告げるインターホンが鳴ったのは電話から約30分後のことだった。水谷は応対ボタンを押し、数分後、階段を上ってくる足音が聞こえてきた。ノックの音に応えてドアを開けると、そこには雨に濡れたコートを着た若い女性が立っていた。北条美咲です。お電話したものです。彼女は小さく会釈し、水谷に促されて事務所に入った。コートを脱ぐと、シンプルだが上質なワンピースを着た20代後半と思われる洗練された女性の姿が現れた。しかし、その整った顔立ちには疲労の色が濃く、目の下には淡い影が落ちていた。水谷はコーヒーを勧め、彼女はありがたく受け取った。温かな飲み物に少し安心したのか、美咲の肩の緊張がわずかに解けるのを水谷は見逃さなかった。北条さん、何でも話してください。水谷の声はいつもより少し柔らかかった。美咲は一度深呼吸し、口を開いた。母が先週亡くなりました。警察は自殺だと言っていますが、私にはどうしても信じられなくて。北条夫人、マリコの死、ニュースで報じられたその出来事は、表向きは自殺とされていた。しかし、美咲の目に宿る確信は、それが真実ではないことを訴えていた。母は最近、おかしな様子でした。誰かに見られているような気がする。特に夜、書斎にこもると、影が見えるというようになりました。美咲は少し間を置き、コーヒーカップを両手で包むように持った。その指先がかすかに震えているのが見えた。死の2日前、母は私に言ったんです。影が私を追っていると。目は恐怖に満ちていましたが、詳しく聞こうとすると急に話題を変えてしまいました。水谷は静かに話を聞きながらもメモを取り続けていた。北条家、それは東京でも指折りの名家だ。北条誠一は不動産と金融を中心に幅広いビジネスを展開する実業家で、その妻であるマリコは慈善活動でも知られる社交界の花だった。発見現場についてもう少し詳しく聞かせてもらえますか。水谷の問いかけに美咲は目を閉じて記憶をたどるようにして答えた。母は自宅の書斎で見つかりました。椅子に座ったまま、薬の瓶がそばにあって、彼女の声が震えた。警察は睡眠薬の過剰摂取による自殺と判断しましたが、母がそんなことをするはずがないんです。特に最近は新しい慈善プロジェクトに意欲的で、生きる希望に満ちていました。そこで美咲は小さなバッグから1枚の写真を取り出した。そこにはマリコと思われる優雅な中年女性が、慈善パーティーで笑顔を見せる姿が写っていた。これは死の1週間前の写真です。この笑顔を見て、自殺だと思いますか？
水谷は写真を丁寧に受け取り、熟視した。北条マリ子の瞳には確かに正気が満ちていたが、同時に何か言い知れぬ不安の影も宿っているように見えた。彼は写真を美咲に返しながら尋ねた。他に気になることはありませんでしたか？例えば、家の中で見知らぬものが見つかったり、誰かに会ったりしたこと。美咲は少し考え込んだ後、首を横に振った。特には、ただ、母のコレクションしていた写真集が一冊、見当たらないんです。母はプライベートな写真集を大切にしていて、話を終えた美咲は、雨の音がまだ続く窓の外を見合った。水谷さん、お願いです。母の死の真相を突き止めてください。水谷は一度、この依頼を引き受けるべきか迷った。事件の調査は彼自身のトラウマを刺激する可能性があった。しかし、美咲の瞳に宿る決意と悲しみに、彼は答えずにはいられなかった。引き受けます。水谷はシンプルに答えた。明日、現場を見せてもらえますか？美咲は安堵の表情を浮かべ、うなずいた。帰り際、彼女がドアに向かうとき、窓からのかすかな光に二人の影がガラスに映り込んだ。長く伸びた影は、まるで何かに向かって踊るように揺れていた。水谷はその瞬間、不思議な感覚に襲われた。これから自分が追うのは、単なる事件の真相ではなく、影そのものなのかもしれない、と。第3章、書斎の秘密。翌日の午後、水谷は約束通り北条家を訪れた。雨は上がっていたが、空には重たい雲が低く垂れ込め、世界を灰色に染めていた。麻布十番の高台に立つ北条家の邸宅は、現代的な洗練さと伝統的な風格を兼ね備えていた。白い外壁と大きなガラス窓、そして整えられた日本庭園が、この家の住人の社会的地位を雄弁に物語っていた。門を通り抜け、長い石畳の小道を進むと、美咲が玄関で待っていた。昨日より少し顔色がよく見えたが、それでも彼女の瞳の奥には悲しみの影が宿ったままだった。お待ちしていました。父は出張中で不在です。ご案内します。美咲に導かれ、水谷は静謐な廊下を通って2階へと向かった。廊下の壁には絵画が飾られ、その多くは美しい風景画だったが、1枚だけ異彩を放つ写真が飾られていた。雨に煙る東京の街並みを捉えたモノクロ写真で、どこか赤涼感漂う作品だった。母が気に入っていた写真です。青木という写真家の作品で、母は彼のコレクターでした。美咲の説明に水谷は静かにうなずいた。彼らは廊下の突き当たりにある部屋の前で立ち止まった。美咲は一度深呼吸し、ドアを開けた。ここが母の書斎です。発見されたのもこの部屋です。静かに差し込む自然光に照らされた部屋は、整然としていた。中央に置かれた木製の大きなデスク、壁一面の本棚、窓際の小さなソファ、すべてが丁寧に配置され、持ち主の美意識を感じさせた。部屋の隅には写真集が並ぶ特別な棚があり、その一角にわずかな隙間が見えた。警察の現場検証は終わっているんですね。水谷が尋ねると、美咲はうなずいた。はい、昨日終わりました。警察は自殺と断定し、特に詳しく調べるつもりはないようでした。
水谷は部屋をゆっくりと見回した。彼の鋭い目は部屋の隅々まで観察し、そのすべてを記憶に刻んでいった。デスクの上には万年筆と便箋、読みかけの本、窓の外には庭の松の木が見え、その影が床に落ちていた。彼はデスクの周りを丁寧に調べ始めた。引き出しの中、デスクの下、本棚の間、そして床の隅に何かが光るのを見つけた。水谷はかがみ込み、それを手に取った。レンズキャップですね。彼は小さな円形の物体を掲げた。カメラのものだと思いますが、このようなものを北条夫人は持っていましたか？美咲は首をかしげた。母はデジタルカメラを持っていましたが、このような本格的なものは使っていなかったと思います。水谷はレンズキャップを光に透かしてみた。内側には小さな刻印があったが、かすれていて読み取れない。警察はこれに気づかなかったんですね。多分、美咲の言葉は途中で途切れた。ドアが開き、中年の女性が入ってきたのだ。美咲さん、お茶をお持ちしました。その女性は水谷を見て少し驚いた様子を見せた。こちらは水谷さんです。母のことで相談しているの。美咲が説明すると、女性は丁重に頭を下げた。佐藤と申します。家政婦をしております。水谷は礼儀正しく挨拶を返した。佐藤の目は何かを言いたげだったが、彼女は黙ってお茶を置き、部屋を出て行った。その後、美咲は水谷を家の各部屋に案内した。応接室で北条誠一の現在の妻である玲奈と出会った。美しく洗練された女性だったが、その目には何か計算高い光が宿っているようにも見えた。ご主人の前妻の件で探偵を雇うなんて、美咲さんらしいわね。玲奈の言葉にはかすかな皮肉が混じっていた。でも、真相がどんなものであれ、受け入れる準備はできているの？その言葉に美咲は何も答えなかった。水谷はこの家の人間関係の複雑さを感じ取った。帰り際、玄関に立った水谷は、ふと振り返った。2階の窓から誰かが彼を見ているような気がしたのだ。しかし、そこに人影は見えなかった。ただ、カーテンがわずかに揺れているように見えた。第4章、失われた写真。北条家を後にした水谷は、レンズキャップを証拠袋に入れ、次の目的地へと向かった。タクシーの窓から見える東京の街並みは、薄暗い空の下で妙に鮮明に映っていた。目的地は関東医科大学病院。水谷の元同僚で、現在は法医学の専門家として働く多田と約束を交わしていた。病院の薄暗い廊下を進み、多田の研究室のドアを叩くと、はつらつとした声が返ってきた。水谷、久しぶり。相変わらず物静かな顔をしているね。多田は笑顔で水谷を迎え入れた。二人は警察学校時代からの知り合いで、水谷が退職した後も交流を続けていた数少ない友人の一人だった。北条夫人の件、話を聞いてくれるか。水谷が切り出すと、多田はコーヒーを入れながらうなずいた。あの自殺と言われている件か。実は僕も少し気になっていたんだ。多田はパソコンを開き、医療記録にアクセスした。北条真理子、58歳、睡眠薬の過剰摂取による自殺と記録されている。だが、彼は画面を見つめながら眉を潜めた。摂取量から考えると、
自殺するには不十分な量だった可能性がある。どういうことだ？この睡眠薬の致死量は通常の倍以上が必要なんだが、彼女の体内から検出された量はその境界線上、意識を失うには十分だが、死に至るには微妙なラインだった。水谷は深く考え込んだ。他に何か特別な成分は？それが面白いところで、多田は声を落とした。通常の血液検査では見つからない特殊な化合物が微量に検出されている。主成分の特定には至らなかったが、神経系に作用する何かだったようだ。新たな疑念を抱いた水谷は、多田に礼を言い、次の目的地へと向かった。新宿駅近くの小さなカフェで、彼を待っていたのは田中刑事だった。現役の刑事ながら、水谷の洞察力を信頼し、時折情報を共有してくれる貴重な協力者である。北条夫人の件、資料を持ってきたよ。田中は分厚いファイルを水谷に手渡した。中には現場写真や目撃証言、関係者の情報が詰まっていた。水谷はそれらを素早く目を通していった。北条家にはどんな人間関係があったんだ？田中はコーヒーをすすりながら答えた。北条誠一は実業家として成功しているが、私生活は複雑だ。マリコ夫人は彼の最初の妻ではない。先妻との間に子供はなく、美咲はマリコ夫人との一人娘だ。現在の妻、レーナは、マリコ夫人が亡くなる5年前に結婚した。北条の事業パートナー、村上の紹介で知り合ったらしい。水谷は眉を潜めた。5年前？それは、ああ、重婚じゃない。田中は苦笑した。北条とマリコは7年前に離婚していたんだ。だが、マリコ夫人は北条家の別邸に住み続け、社交界では北条夫人として振る舞っていた。北条も彼女の社会的地位と人脈を尊重して、それを許していたようだ。なるほど。水谷はうなずいた。それで美咲の言動や、レーナの態度も理解できる。北条家の複雑な人間関係が少しずつ明らかになってきた。もう一つ、北条夫人のコレクションについて調べてほしい。特に失踪した写真集について何か分かったら教えてくれないか。田中はうなずき、間もなく別れた。水谷は次に、北条グループの事業パートナーである村上を訪ねることにした。丸の内の高層ビルの一室で、村上はせわしなく電話対応をしていた。50代半ばの精悍な男性で、目の奥には鋭い光を宿していた。水谷さん、どうして北条家の件に興味を？村上の声には警戒心が混じっていた。調査の一環です。北条夫人と親しかった方々にお話を伺っています。村上は少し考え込んだ後、ゆっくりと口を開いた。マリコさんは聡明な女性でした。社交界の花と言われていましたが、それは彼女の一面に過ぎない。彼女には秘密があったんです。秘密？若い頃の彼女についてはほとんど知られていない。突然、社交界に現れて北条と結婚しました。しかし、彼女の過去について語る人は誰もいなかった。村上はそれ以上語ろうとしなかったが、水谷の頭の中では新たな疑問が渦巻いていた。この帰り道、水谷は新宿の雑踏を抜けながら、ふと足を止めた。書店の前に大きなポスターが貼られていた。青木陽一写真展。
影の記憶。そこには北条家の書斎に飾られていたのと同じ作風の写真が使われていた。水谷の胸に急に妻の笑顔がよみがえった。彼女も写真が好きだった。二人で歩いた街並み、撮った写真、共有した記憶、そして失ったすべて。記憶のフラッシュバックが彼を襲い、水谷は一瞬息苦しさを感じた。深呼吸を繰り返し、彼は意識を現在に引き戻した。青木陽一という写真家、北条夫人が収集していた写真集、そして失踪した一冊。それらはすべてつながっているように思えた。第5章、追いかける影。翌朝、水谷は早くから活動を始めていた。青木陽一の写真展は銀座のギャラリーで開催されており、会場と同時に足を運んだ。落ち着いた照明の中、モノクロの写真が並ぶ空間は静謐な雰囲気に包まれていた。写真は主に東京の街角を捉えたものだった。雨に煙る新宿の路地、夕暮れの銀座、朝もやの中の浅草。どの写真にも共通するのは、都会の喧騒の中にある孤独と、光と影の絶妙なコントラストだった。水谷は一枚一枚を丁寧に見ていき、北条家に飾られていた写真と同じ雰囲気を感じ取った。しかし、彼の注意を引いたのは、展示の中心に置かれた一連の写真だった。影の記憶と題されたそのシリーズには、東京のさまざまな場所が写されていたが、どの写真にも一つの共通点があった。女性のシルエット、あるいは影のようなものが、さりげなく画面の隅に映り込んでいるのだ。それは偶然の産物ではなく、意図的に配置されたように見えた。写真の傍らには青木自身の言葉が添えられていた。失われたものへの祈りという短い一文は、何か深い後悔と喪失感を漂わせていた。ギャラリーのスタッフに青木について尋ねると、彼は今回の展示では姿を見せておらず、スタッフを通じてのみ連絡が取れるという。水谷は名刺を渡し、連絡を依頼した。その足で、水谷は再び北条家を訪れた。今回の目的は、家政婦の佐藤から話を聞くことだった。前日の彼女の眼差しには、何か語りたいことがあるように見えたからだ。幸いにも、美咲と警母の玲奈は外出中で、佐藤が一人で家を守っていた。応接室でお茶を出してくれた彼女に、水谷は静かに問いかけた。佐藤さん、北条夫人のことで何か気になることはありませんか？佐藤は少しためらった後、周囲を確認するように視線を巡らせ、小さな声で答えた。実は、夫人は亡くなる数週間前から、とても神経質になっていたんです。いつも窓の外を気にして、夜はカーテンをしっかり閉めるよう何度も確認していました。何か特別な出来事がありましたか？ある夜、夫人が書斎にいると、突然悲鳴を上げたんです。駆けつけると、夫人は窓の外を指さして、あそこに誰かいる。私を見ている。と震えていました。でも、庭には誰もいなかった。佐藤は少し間を置き、続けた。それから夫人は、過去が自分を追いかけてくる。と何度かつぶやいていました。私にはその意味がわかりませんでしたが、その証言は、美咲の話と一致していた。北条夫人は確かに何かに怯えていたのだ。それと、
これは関係ないかもしれませんが、佐藤はさらに声を落とした。夫人の亡くなる2日前、見知らぬ女性が訪ねてきたんです。夫人は彼女と書斎で長時間話し込んでいましたが、その後ひどく取り乱していました。その女性について何か覚えていることは？顔はよく見えませんでしたが、スタイルがよく、物静かな印象でした。そして、なぜか懐かしさを感じる方でした。水谷は佐藤の言葉を注意深く聞き、記憶に刻んだ。彼女から離れる際、ふと質問した。北条夫人の写真集コレクションですが、最近行方不明になったものがあるとか。ああ、そうなんです。夫人は大切にしていた古い写真集がありました。黒い革張りの特別なもので、いつも鍵のかかる引き出しにしまっていたのに、水谷は佐藤に礼を言い、北条家を後にした。事務所に戻る直前、美咲から電話があり、彼女は興奮した声で話した。水谷さん、あの写真集が見つかったんです。父の書斎の隠し金庫の中にありました。そこにあったんですか？誰が入れたのでしょう？わかりません。でも中に気になる写真が1枚。すぐに見ていただきたいんです。水谷は足早に駅へ向かった。電車の中で彼は窓に映る自分の姿を見つめながら、これまでの情報を整理していた。北条夫人を怯えさせていたもの、影の正体、そして失踪していた写真集、すべてが少しずつつながり始めているように感じた。北条家に到着すると、美咲が玄関で待っていた。彼女は水谷を書斎へ案内し、黒い革張りの写真集を取り出した。それは古びた雰囲気を漂わせる手作りの写真集だった。この写真です。美咲は一枚の写真を指さした。そこには若かりし日の北条夫人と思われる女性が写っていた。彼女の隣には若い男性がいて、その面影は現在の写真家、青木に似ていた。そして背景には別の女性のシルエットが映り込んでいた。その女性の顔は光の加減で見えづらかったが、北条夫人と李二つのように見えた。写真の裏には、かすれた筆跡で、忘れないで、と書かれていた。水谷はその写真を見つめ、何か重要な手がかりをつかんだように感じた。しかし同時に、彼自身も何者かに監視されているという奇妙な感覚に襲われた。窓の外を見ると、庭の木々の影が長く伸び、不思議な形を作っていた。それはまるで、彼らを見つめる無数の目のようだった。第6章からの墓。翌日、水谷は青山の小さなカフェで田中刑事と落ち合った。窓の外では小雨が降り始め、ガラスに細かな水滴が伝っていた。調べてきたよ。田中は周囲を確認してから声を落としていった。北条夫人、マリコの過去について興味深いことが分かったよ。田中は一枚の古い新聞記事のコピーを水谷に渡した。それは20年前の記事で、若い女性の自殺について報じていた。女性の名前は北条ゆかり。ゆかり。水谷は名前を口にした。北条マリコとの関係は？双子の妹だ。田中は静かに答えた。記録によれば、ゆかりは20年前、海に身を投げたとされている。遺体は見つからなかったが、海岸に彼女の持ち物と遺書があり、自殺と断定された。
水谷は写真集で見つけた写真を思い出した。北条夫人と2つの女性のシルエット。それはゆかりだったのだろうか。その後マリ子は北条と結婚した。当時北条は新進気鋭の実業家で、ゆかりの死から半年も経たないうちの結婚だった。田中は続けた。写真家の青木陽一について調べてみたが、彼も興味深い人物だ。20年前、芸術写真の世界で注目されていたが、突然姿を消した。そして5年前に再び表舞台に現れ、今は国際的な評価を得ている。水谷は深く考え込んだ。彼の失踪とゆかりの死、そしてマリ子との結婚、すべて同じ時期に起こっているんだな。そしてこれも見つけた。田中は別の資料を渡した。青木のスタジオの住所だ。あまり人には教えていないらしいが、警察のデータベースにはあった。水谷は田中に感謝し、すぐに青木のスタジオへと向かった。雨は強くなり、東京の景色をかすませていた。青木のスタジオは都心から少し離れた倉庫を改装したものだった。幸運なことにスタジオは空いており、若いアシスタントが対応してくれた。青木本人は不在だというが、水谷は探偵としての身分を示し、調査のためスタジオ内を見せてほしいと頼んだ。青木先生の作品に関する記事を書いています。特に影の記憶シリーズについて制作過程を知りたいんです。アシスタントは少し躊躇したが、水谷の穏やかな物腰に安心したのか、スタジオ内を案内してくれた。広々とした空間には大きな写真機材と、壁には数々の写真が飾られていた。暗室も備えており、そこでは現像作業が行われたばかりのようだった。アシスタントが席を外した隙に、水谷は素早く暗室を調べた。現像液の入った容器からほんの少量をサンプルとして採取する。ただに分析を依頼するつもりだった。スタジオを後にする際、水谷は壁に飾られた一枚の写真に足を止めた。それは若かりし日の青木と写真集で見た女性、おそらくゆかりだろうが寄り添う姿だった。二人は幸せそうに笑っていた。その日の夕方、水谷はただに現像液のサンプルを渡し、分析を依頼した。そして最後に、ある場所を訪れることにした。青山霊園の静寂の中、水谷は北条家の墓所を訪ねていた。雨は上がっていたが、墓石は雨水で濡れ、冷たく光っていた。墓守の老人から案内され、水谷は北条ゆかりの墓前に立った。この墓には遺体が入っていないそうですね。水谷が尋ねると、老人はうなずいた。海での事故だったとか。でも不思議なことがあってね。老人は周囲を見回し、声を落として続けた。10年ほど前、誰かがこの墓を開けようとした形跡があったんだ。警察も調べたが、犯人は見つからなかった。水谷は老人に礼を言い、墓所を離れた。帰り際、彼の携帯電話が鳴った。ただからだった。水谷、驚くべきことが分かったよ。君が持ってきた現像液から特殊な化合物が検出された。それは北条夫人の体内から見つかったものと同じなんだ。その瞬間、水谷のもう一つの電話が鳴った。田中からだった。水谷、レーナについて調べたことがある。彼女は5年前に整形手術を受けていた記録が見つかった。しかも、
その前の彼女の素性がほとんど追えないんだ。水谷の頭の中で全ての点がつながり始めた。ゆかりの自殺からの墓、青木との関係、そして北条の現在の妻レイナ、影が私を追っているというマリコの言葉の意味が今明らかになろうとしていた。第7章、双子の影。すべての点が結びついた今、水谷は北条家へと急いでいた。夜の帳が降りた東京の街は彼の心の中の闇と重なり合うようだった。タクシーの窓から見える街の明かりはまるで彼を導く道しるべのように思えた。水谷の頭の中ではこれまでの事実が整理されていた。北条マリコとゆかりは双子の姉妹。ゆかりは20年前に自殺したとされていたが、その墓は空だった。青木陽一はゆかりと親しい関係にあり、彼女の死と同時期に姿を消していた。そして北条の現在の妻レイナは5年前に整形手術を受け、それ以前の素性が不明だった。すべてがつながる。影が私を追っているというマリコの言葉。彼女が見た影とは死んだはずの双子の妹ゆかりのことだったのだ。そしてゆかりは死んでいない。彼女はレイナとして再び現れ、北条と結婚したのだ。北条家に到着すると予想通り門は閉まっていたが、美咲からもらっていた鍵で中に入ることができた。静まり返った屋敷内はまるで時間が止まったかのようだった。水谷は慎重に足を進め、2階の主寝室へと向かった。ドアをノックすると、中から穏やかな女性の声がした。どうぞ。水谷がドアを開けると、レイナが窓際に立っていた。彼女は振り向き、水谷を見てかすかに微笑んだ。その表情には、もはや隠し事をする気配はなかった。ずいぶん遅かったわね、探偵さん。レイナの声は静かだが、その目には鋭い光が宿っていた。真相にたどり着くのに、ずいぶんと時間がかかったじゃない。あなたがゆかりさんだということは、分かっています。水谷は静かに言った。そしてマリコさんを殺したのも、あなたですね、レイナ。いや、ゆかりは小さく笑った。彼女の笑みには悲しみと苦さが混じっていた。20年前に戻りましょうか。ゆかりは窓の外を見つめながら語り始めた。私と姉のマリコは双子でした。でも、すべてにおいて姉が主役で、私は影でした。社交界でも、学校でも、家族の中でも、私は常にマリコの妹としてしか見られなかった。ゆかりの声には長年抱え続けた苦悩がにじんでいた。そんな時、青木と出会ったの。彼は私を一人の人間として見てくれた初めての人でした。彼の眼差しの中で、私は影ではなく光の中に立っていました。ゆかりはデスクの上の写真立てを手に取った。そこには若い頃の彼女と青木の写真があった。でも、姉はそれも奪ったわ。青木は次第にマリコに惹かれていき、私たちの恋は終わりました。絶望した私は死を偽装し、姿を消すことにしたの。青木さんと共に？いいえ、彼は知りません。私の死の後、彼も昇進のあまり海外へ去りました。私は一人で新しい人生を始めたのです。ゆかりは再び窓際に立ち、東京の夜景を見つめた。
長い年月をかけて私は計画を練りました。整形手術を受け、新しい身分を作り、北条と知り合う機会を待ちました。村上を通じて北条と出会い、彼と結婚した時、復讐の第一歩は完了したのです。そしてマリコさんを、彼女を精神的に追い詰めることから始めました。青木の影の記憶シリーズを利用したのです。私は永遠に忘れない、影はいつもあなたを見ているといった言葉を添えた匿名のメッセージを送り続けたのです。彼女が青木の写真展に行くよう仕向け、死んだはずの妹が自分を見ているという恐怖を植え付けていきました。ゆかりの声にはもはや感情が感じられなかった。青木は自分の罪をあがなうように影の記憶というシリーズを始めたのです。彼の写真には常に私を思わせる影が映り込んでいる。彼は自分の芸術を通して失った私への思いを表現していました。皮肉なことに、私はその作品を利用してマリコを追い詰めたのです。ゆかりは小さく笑った。そして最終的に、青木のスタジオから盗み出した現像液に含まれる特殊な薬物を使って、彼女を永遠の眠りにつかせました。睡眠薬と併用すれば、自殺に見せかけることができると知っていましたから、部屋に重苦しい沈黙が流れた。ゆかりは水谷を見つめ、静かに言った。あなたも同じ運命をたどることになるでしょう。探偵さん。その瞬間、部屋の扉が勢いよく開き、美咲が飛び込んできた。水谷さん、危険です。彼女の叫び声と同時に、ゆかりは引き出しから何かを取り出そうとしたが、水谷はそれより早く彼女の手を掴んだ。彼女が取り出そうとしたのは小さなナイフだった。二人のもみ合いの間に、美咲は警察に通報していた。間もなく、田中刑事を含む警官たちが到着し、ゆかりは逮捕された。事件現場が警察によって封鎖される中、水谷と美咲は玄関先に立っていた。雨が再び降り始め、街灯の光が雨粒に反射して幻想的な光景を作り出していた。実は私も怪しんでいたんです。美咲は静かに言った。警母の不自然な行動や母の死の前後の出来事。でも確信が持てなくて、水谷は黙ってうなずいた。彼もまたすべての真実が明らかになった今、複雑な感情を抱いていた。長い間自分を苦しめてきた記憶と同じように、誰もが過去の影と戦っているのだと感じていた。第8章、雨上がりの街。事件から数週間が経った穏やかな午後、水谷は事務所で一人、北条家の事件のファイルを整理していた。窓から差し込む柔らかな日の光が、デスクの上の書類を優しく照らしていた。田中刑事から連絡があったのは、そんな静かな時間の中だった。ゆかり、いや、レイナはすべての罪を認めたよ。裁判は来月から始まる。田中の声には疲れと安堵が混じっていた。彼女は冷静に全てを語ったそうだ。20年に及ぶ復讐計画の全てを水谷は黙って聞いていた。この事件は彼にとっても何かの区切りのように感じられた。ところで青木陽一についても興味深い話が分かったんだ。田中は続けた。彼の影の記憶シリーズは
実はゆかりへの贖罪の気持ちから生まれたものだったらしい。彼はマリコと一時的な関係を持ってしまったことでゆかりを失ったという罪悪感から、彼女を思わせる影をすべての作品に取り入れていたんだ。ゆかりの死を真実だと信じ、その悲しみと後悔から生まれた芸術だった。田中は少し言葉を切り、続けた。皮肉なことに、その作品はゆかり自身によって、マリコを精神的に追い詰める道具として使われていた。ゆかりは他殺が疑われた際は、青木に容疑が向くように仕向けたんだ。青木は自分の芸術が、そんな形で利用されることになるとは夢にも思っていなかったろうね。電話を切った後、水谷はデスクの引き出しから1枚の写真を取り出した。それは彼の亡き妻の写真だった。穏やかな微笑みを浮かべる彼女の表情を見つめながら、水谷は思いを巡らせた。記憶は祝福にも呪いにもなる。北条マリコが過去の影に追われ、命を落としたように、彼もまた妻の死という影と共に生きてきた。しかし今、その重さが少し和らいだように感じた。彼はふと、窓から見える街の風景に目をやった。雨上がりの東京は、現れたように澄んでいた。新緑が芽吹き始めた木々、行き交う人々、そこには生命の営みがあふれていた。事務所のドアを叩く音がして、美咲が訪ねてきた。彼女の顔色は以前よりも良くなっており、表情にも穏やかさが戻っていた。お邪魔します。水谷さん。美咲は小さく微笑んだ。ご報告に来ました。父は事件のショックから少しずつ立ち直り始めています。母の死の真相を知り、最初は打ちのめされていましたが、今は前を向こうとしています。水谷は彼女のために紅茶を入れながらうなずいた。そして、これを、美咲はバッグから一冊の写真集を取り出した。母のコレクションの中から見つけました。青木さんの初期の作品集です。母は本当に彼の写真を愛していたんですね。水谷はそれを受け取り、ページをめくった。そこには若き日の青木が捉えた美しい風景や人々の姿があった。マリコが大切にしていた思い出の品だ。水谷さん。美咲は少しためらいながら言った。実は、父の会社で不審な出来事が起きているんです。資金の流れに不自然な点があって、もしよければ、また調査をお願いできないでしょうか。水谷はしばらく考えた。新しい依頼を受けることは、また新たな旅立ちを意味する。彼は窓辺に立ち、空を見上げた。雲の切れ間から青空が覗いていた。お引き受けします。水谷は静かに答えた。美咲が帰った後、水谷は事務所を出て、町へと足を向けた。東京の雑踏は、相変わらずせわしなく人々であふれていた。しかし今日は、その喧騒が彼にとって心地よく感じられた。彼は歩きながら、妻の写真を胸ポケットに収めた。過去は変えられないが、これからの道を選ぶことはできる。水谷は空を見上げた。雨上がりの空は、驚くほど青く澄んでいた。彼の影は、以前より少し長く、少し強くなっているように見えた。それは彼が新たな一歩を踏み出したことの証だった。記憶は消えることはないが、共に歩むことはできる。そして時に、その影は彼を導く道しるべとなるのかもしれない。水谷は東京の街に溶け込むように歩き続けた。新しい事件、そして新しい物語が彼を待っていた。